追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第1話、異世界への召喚。高音、世界を白い光が焼き尽くした。篠崎優馬は信号待ちの交差点で迫るトラックのヘッドライトに凍りついた。家族の笑顔が脳裏をよぎる。次の瞬間、ふわりと宙に浮くような感覚とともに硬い床の上に叩きつけられた。いた。鈍い衝撃が身体に走り、思わず顔をしかめる。死んだのか。ゆっくりと目を開ける。目の前に広がるのは豪奢な大広間だった。高い天井、壁には精巧な彫刻が施され、きらびやかなシャンデリアが輝いている。そして目の前には大きな玉座があり、豪華な衣装を身にまとった中年の男が悠然と座っていた。ここ上を混乱するユーマだったが、それ以上に周囲の状況に驚かされた。同じように床に倒れ込んでいた男女がユーマのすぐそばで身を起こしていたからだ。ここはユーマの隣で短めの黒髪の青年が低くつぶやく。彼は鋭い目つきで周囲を見渡しながら自分の服を確認していた。スリム T シャツにジーンズ、クロスニーカーという現代的な装いだが、鋭い目つきが存在感を放っていた。その隣には長い黒髪を背中まで流した落ち着いた雰囲気の美少女。水色ワンピに白のロングカーディガンを羽織り、首元にある水滴型のシルバーネックレスが光る。まるで水の精霊のような清楚さだ。さらにその隣には筋肉質でがっちりとした大男。グレーのタンクトップにカーキのワークパンツ。足元の重厚なブーツが圧倒的な力を感じさせる。だが彼は困惑した表情で周囲を見渡していた。知らないやつばかりだ。ようこそ勇者たちよ。荘厳な声が広間に響いた。ユーマたちがそちらを向くと、玉座に座る男、この国の王と思われる人物が堂々とした態度で彼らを見下ろしていた。我が名はアルベルト・エルミナス三世。エルミナス王国を治める者である。彼が名乗ると、周囲にいた甲冑姿の騎士たちが一斉に剣を掲げ敬意を表した。カコーラをこの世界に召喚したのは他でもない我が国や、この世界が滅びの危機に瀕しているからだ。滅びの危機。黒髪の少女が静かに尋ねる。王は重々しくうなずいた。封印されし魔王が復活を果たそうとしている。我々人類はこの最悪を食い止める術を持たない。ゆえに異世界より勇者を召喚したのだ。勇者。ユーマは自分の耳を疑った。突然の召喚。異世界、そして勇者としての使命。これがゲームや小説の世界であれば大いに興奮する展開だろう。しかし今目の前に広がっている光景は現実そのものだった。ちょっと待ってください。つまり私たちはあなたたちの世界を救うために強制的に召喚されたということですか。黒髪の少女が冷静に問いただす。無理もない。カコーラにとっては突然のことであろう。しかしカコーラには加護が授けられている。それこそがカコーラが真の勇者である証なのだ。加護を、そうだ、神より授けられし特別な力。それを持つ者こそ魔王を打ち滅ぼす資格を有している。ユーマは息を飲んだ。彼の運命はこの瞬間王国動き出す。勇者たちの能力開示。王の言葉に広間の空気が張り詰める。加護を、筋肉質な大男。高橋健吾が太い腕を組みながらつぶやいた。その通り、カコーラにはそれぞれ特別な力が与えられている。その力を示せばカコーラが真の勇者であると証明されるであろう。王が軽く片手を上げると、隣に抱えていたローブ姿の老人が一個前に出た。私は王国の宮廷魔術師ガルス。今
広間に広がった。では一人ずつ参りましょう。まずはそこのあなたから。カルスが指をさしたのは短めの黒髪の青年だった。俺か。青年は一個前に出ると堂々とした態度で胸を張った。名を尋ねても坂本和正だ。坂本が名乗るとカルスは杖をかざした。杖の先がまばゆく輝くと次の瞬間、広間に熱を帯びた空気が広がった。おお、これは何が起きた。ユーマが目を細めると坂本の身体の周囲に薄く揺れる炎が浮かび上がっていた。見事なまでの戦士のかごいな。これは剣聖の力。貴殿には炎をまとう剣技を操る力が授けられている。剣聖の力。坂本は自分の拳を握りしめると指の先から小さな炎が生まれるのを見つめた。すげえ。おお、周囲の騎士たちもその力に驚きを隠せないようだった。王は満足げにうなずき、素晴らしい力だと称賛を送る。次はそちらの娘。カルスは黒髪の少女へと視線を向けた。少女は静かに歩み出ると冷静な眼差しでカルスを見つめた。なお、青山美咲。彼女が名乗るとカルスは再び杖をかざした。すると今度は空間に冷たい波動が走り、空気中に水滴が浮かび始めた。水。ユーマが驚いていると青山の足元から水がふわりと持ち上がり、彼女の周囲を静かに旋回し始める。なるほど、これは魔力の権限。水属性の魔法を自在に操る力を持っておる。魔法。嘘だろ。騎士たちの間から簡単の声が漏れる。青山自身も驚いているようだったが、すぐに冷静さを取り戻し小さくうなずいた。これはなかなか興味深いわね。次、カルスが指をさしたのは高橋健吾だった。俺か。彼は力強く前に出た。高橋健吾だ。名乗った瞬間、カルスの杖が光り輝き、彼の身体の周囲に金属のような硬質な輝きが広がった。なんだ。おお、これは。広間にどよめきが走る。これは錬金術のかごいな。貴殿は錬金術の達人の力を宿しておる。鎧の強化、盾の創造防御特化の力を持つ。なるほどな。高橋は己の手を見つめ満足げにうなずいた。坂本の剣技、青山の魔法、そして高橋の錬金術、どれも明らかに強力な力だった。ユーマは少しだけ胸のこうなりを覚えた。俺にも強い能力があるのか。そんな答えを胸にカルスの視線が最後にユーマへと向けられた。最後は貴殿か。篠崎ユーマです。名乗るとカルスはゆっくりと杖をかざした。だが何も起こらなかった。坂本や青山、高橋も不思議そうにユーマを見つめる。ユーマ自身も戸惑った。どういうことだ。カルスは再び杖をかざす。だが何度やっても何も変化はなかった。やがてカルスは困惑した顔で眉を細めた。これはなんと何か問題が。王が不機嫌そうに問いかける。カルスは少し言いよどんだがやがて口を開いた。篠崎殿のカゴはアイテムの進化、おそらく道具の性質を変化させる類のものかと。アイテムの進化。王の声がやや低くなる。つまり戦闘には向いていないということか。おそらく戦闘に直接役立つ力ではありませんな。いや、そのただ道の力ではあります。カルスの言葉が静まり返った広間に響く。坂本の剣聖の力、青山の魔法、高橋の防御力、どれも強大な力だ。しかしこの能力は、ユーマは周囲の視線が冷ややかになっていくのを感じた。なんだ。それは補助系の能力。勇者としてはあまりに地味では、これでは戦力にならんではないか。騎士たちがひそひそとささやき合う。
ユーマは拳を握りしめた。そんなまさか俺だけ異世界に召喚され勇者として選ばれたはずなのに、篠崎ユーマよ、王が静かに言った。貴様の力はこの戦いに不要なのか。王の言葉にユーマは絶句する。俺だって知るもんかよ。その瞬間彼の運命は大きく揺らぎ始めた。続く次回。第2話、最弱の楽園。追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第2話、最弱の楽園。広間に冷たい沈黙が落ちた。ユーマのカゴアイテムの進化が明らかになった瞬間、王の視線が氷のように突き刺さり、騎士たちの嘲笑が響いた。俺だけ戦闘向きじゃない。坂本一正の剣聖の力は炎をまとい、青山岬の水魔法は虹色に輝く。高橋健吾の錬金術は盾を鋼に変える。どれも勇者らしい力だ。だがユーマのアイテムの進化は何ができるのか自分でもわからない。王がユーマを見下ろしながら腕を組んだ。正直に言おう。貴様の力は魔王戦に不要だ。その言葉が広間に響き渡る。その時誰かが答えきれず小さく吹き出した。待ってくれ。俺の力はまだ試してもいないんだぞ。ユーマの声が震えた。何かできるはずだ。だがお前のカゴは補助的なものであり、戦場での即戦力にはならぬ。魔王の軍勢と戦うには直接的な戦闘能力が不可欠だ。そう。それなら訓練すれば、戦士は力を磨けば強くなる。魔法使いは魔力を鍛えれば威力が増す。だが道具に頼る力などどこまで鍛えれば役に立つのかすらわからぬではないか。ユーマは言葉を失った。周囲を見渡すと騎士たちも王の判断を指示するようにうなずいている。まあ仕方ねえな。坂本が肩をすくめる。俺たちは魔王と戦うために呼ばれたんだろう。誰が強いか、誰が役に立つか、それが一番大事なんだろう。ごめんなさい。でも王の判断は正しいと思うわ。青山も静かに言った。魔王を倒すにはきっと強い力が必要だわ。ユーマ君の能力が戦場でどう役立つかわからないなら戦力として考えにくいのも当然じゃないかしら。ユーマは唇を噛んだ。およ、高橋が低い声で言った。それでも篠崎は勇者として召喚されたんだ。いきなり戦力外ってのはあんまりじゃねえか。無論勇者として召喚された者を無限には扱わぬ。王は淡々と答えた。しかし今の段階では彼を勇者パーティーに加える理由がない。それに城で彼を養う余裕もない。ユーマの目が大きく開く。つまり俺はどうなるんだ。お前は旅にでも出てもらおう。王が優先とした態度で告げる。この世界には多くの町や村がある。お前の能力がどこかで役に立つ時が来るかもしれぬ。お前自身もまだ過去の進化を理解しておらぬであろう。まずは自らの力を知ることだ。ユーマの胸が締め付けられた。つまり俺は追放されるってことじゃないのか。頭の中が真っ白になった。おいおい、本当に放り出すのかよ。高橋が苦い顔をした。それならせめて何か支援を。そんな必要はねえよ。坂本が割って入った。支援なんかいらねえよ。こいつの力が戦えねえなら足手まといだ。坂本の言葉が突き刺さる。ユーマは拳を握りしめた。ふざけるな。俺だって。だが言葉は喉に詰まった。つまり俺はいらん。そういうことだな。坂本はためらいもなく言い放った。ユーマは拳を握りしめた。クソクソクソ。けど何も言えなかった。
しながらもその袋がひどく軽く感じた。この異世界で銀貨10枚がどれほどの価値を持つのかユーマにはまだわからない。だがこれが自分に対する最低限の施しであり、それ以上は何も期待するなという証であり、そう言われている気がした。これで終わりだ。王は最後に言った。坂本一正、青山美咲、高橋健吾、お前たち3人を勇者パーティーとする。ユーマの名前は呼ばれなかった。坂本は当然といった顔をしていた。青山は少しだけ気まずそうに視線をそらし、高橋だけが申し訳なさそうにユーマを見ていた。では解散だ。王の号令とともに武士たちが動き出す。坂本たちはすぐに武士団に案内され、部屋をあてがわれるのか、それとも訓練場に向かうのだろうか。広間から消えていった。ユーマはただ一人取り残された。異世界に召喚され勇者として選ばれたはずだった。なのに俺だけは不要と言われた。悔しさを押し殺し、ユーマは城の扉を出る。異世界の冷たい風が頬を叩く。力将、行く先は決まっていないけれど、このままでは終わらない。俺の力が本当に役に立たないのかどうか誰が決めるんだ。王か、坂本か、それとも俺自身か。確かに一度死んだ身だ。生きているのは奇跡かもしれない。でもそれでも唇を噛み、ユーマは小袋を握りつぶすように力を込めた。やってやるよ絶対に。そして一人きりの旅が始まった。続く次回。第3話、初めての進化。川辺の剣。追放された最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第3話、初めての進化。川辺の剣。城の扉を後にユーマは重い足取りで丘を下った。異世界の風は冷たく、銀貨10枚の小袋がやけに軽かった。行くあてもない。知らない世界、知らない文化。頼れるのはこの見ず知らずのアイテム進化の力だけだ。王の霊障、坂本のあざけり。本当に俺は不要なのか。唇を噛み拳を握る。悔しさが胸を焼くが立ち止まるわけにはいかない。丘を降りると緩やかに広がる平原が見えてきた。遠くには森が広がり、小さな川が流れている。水でも飲むか、もし魚でも取れれば食料になるかもしれない。喉の渇きと空腹を紛らわすため川へ向かった。透き通った水が緩やかに流れる川辺でしゃがみ、両手で水をすくう。冷たい感触がほてった頭を落ち着かせた。ふと水底で鈍い光が揺れた。苔に覆われ錆びついた古びた剣。葉はかけ、絵はひび割れていた。形状からして騎士が使っていたものだろう。ユーマは川に手を伸ばし剣を拾い上げた。これ使えるのか。ずっしりとした重みがある。だが剣の状態はひどく、まともに戦えそうな代物ではない。でも俺の能力ってアイテムを進化させるんだよな。試しに剣を握りじっと見つめる。すると突然ユーマの脳内に情報が流れ込んできた。進化可能なアイテムを確認。心臓が跳ねる。剣の材質や傷がまるで頭に流れ込むように分かった。そして進化の条件が浮かび上がった。媒介水、媒介。半信半疑で剣を川の水に渡す。何が起きるんだ。一瞬胸が締め付けられる。うわっ。剣が青白く輝いた。水面が波立ち、剣の錆が溶けるように消える。葉に水の波紋が刻まれ、絵が銀色に輝く。まるで剣が石を持ったかのように軽くなった。手に残ったのは水流の剣が誕生した。特性これ。ユーマは驚きながら剣を握り直した。重量はほぼ変わらないが握ると力
の茂みが揺れた。ユーマは驚き、はっと身構える。次の瞬間、青い半透明のスライムが赤い目を光らせ現れた。3体、古いと動く姿に背筋が冷える。敵がスライムが滑るように向かってくる。心臓がドクンとなった。来そう、やってやる。ユーマが一歩踏み出すと、それに反応したようにスライムが飛びかかってきた。ユーマは剣を振った。シュッ。刃がスライムの体を切り裂く。その瞬間、刃から発せられた水流がスライムを包み込み、一瞬だがわずかに氷結させた。スライムは凍りついたまま砕け散る。この懸垂だけじゃなく、氷の力も持ってるのか。痛い目も跳ね、襲いかかってくる。粘液が飛び散る。ユーマはもう一度剣を振るった。今度は刃の動きに沿って水の波が生まれ、スライムを押し流すように攻撃する。ズバッ。弾けるように消滅。地面に青い粘液がべっとりと残った。最後は剣を横に投ぐ。シュワッ。水流が渦を巻き、スライムを飲み込んで粉砕した。はあはあ、息を整え、剣を握り直す。初めての戦闘。心臓がまだ鳴っている。勝った。確かにスライムは弱い魔物かもしれない。しかし、ユーマにとっては異世界での初めての勝利だった。そして自分の能力が戦闘にも活かせると分かったのは大きな収穫でもあった。俺の力以外とやれるのかもしれないぞ。そう思った瞬間、スライムの魔核を入手しました。進化の媒介として使用可能です。わあ、脳内に再び情報が流れ込む。地面に小さな赤い結晶が光っていた。拾い上げるとひんやりとした感触。これが魔核。これを使えば別のアイテムを進化できるのか。進化の条件には媒介が必要ってことなのか。ユーマはふと自分がまだ知らない能力の可能性に気づく。もし強い魔物の魔核を手に入れたらもっと強い武器を作れるんじゃないか。大野坂本たちも俺の能力を戦闘向きじゃないと判断した。だが戦う手段がないわけではない。面白くなってきたじゃんか。ユーマは剣を腰にかけると魔核をポケットにしまった。やるべくことが見えてきた。この能力の進化を確かめるためにもっといろいろ試してみる必要がある。そして自分が戦えることを証明するために次の町へ向かう決意を胸に、ユーマは歩き出した。この世界で自分の居場所を見つけるために。続く。次回第4話、新たな旅の始まり。追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第4話、新たな旅の始まり。戦えた俺でも異世界に来て初めての戦闘。スライムという低級の魔物だったが勝てたという事実は大きな自信につながった。そして手にした水流の剣はユーマの能力によって進化した武器。この力があれば、そう思うと少しだけ前向きになれる気がした。とりあえず街を探そう。情報も宿も食料すらない。何よりこの世界で生きていくために金を手に入れなければならない。川沿いを歩きながらユーマは周囲の風景を眺めた。青く澄んだ空、遠くに広がる深い森、風に揺れる緑の草原。この世界には地球にはない不思議な植物が見られる。例えばほのかに光を放つルミナスグラスや甘い香りのするエルダーハーブなど、意識をすれば脳内の情報が教えてくれた。まるでファンタジーの世界そのものだな。目の前の景色に感嘆しながら進んでいると、やがて道らしきものが見えてきた。土の道が森へと続いており、その脇には木製の看板が立っている。平原の町まで徒歩2時間。おお、いいぞ、よし。いい感じになってきたじゃないか。森に入ると
周囲が暗くなった。木々が生い茂り、太陽の光があまり届かない。ユーマは気を引き締め、足を速めた。慎重に行かないとな。ユーマは剣の柄に手をかけながら歩き続けた。その時だった。ガサッ。突然、木の陰から何かが飛び出してきた。ユーマが反射的に剣を抜くと、視界に入ったのは黒い毛並みを持つ狼のような魔物だった。これは、ユーマはすぐにアイテム鑑定を試みたが、魔物には反応しない。俺の鑑定はアイテム限定かでも植物に反応するんだから、生き物だって見えていいはずだ。集中し、魔物を見つめると、頭の中にぼんやりとした情報が浮かんできた。魔老帝急攻撃手段詰め、騎馬弱点水。なるほど、断片的な情報だが、水に弱いのか。ちょうどいい。ユーマは進化した水流の剣を構えた。こいつならやれる。次の瞬間、魔老が飛ぶ。爪が空を切り、風がうなる。ユーマは踏み込み、剣を振り上げた。セパッ。水の葉が魔老の脇腹を切り裂き、血しぶきが散る。魔老が吠え、地面に倒れる。だが、もう一匹が横から襲いかかる。まだいたのか。剣を殴る。水流が渦を巻き、魔老を弾く飛ばした。セパッ。体が裂け、地面に崩れた。血の匂いが鼻をつく。はあ、やったのか。慎重に様子を見たが、動く気配はない。ユーマは大きく息をつき、震える手で剣を鞘に戻した。スライムより手強かった。だが、勝った。俺だって、やればできるんだ。ようやく森を抜けると、明けた草原の先にレーベンの町が見えてきた。木造の家々が並び、首楼がそびえる。市場の喧騒や馬車の音が遠くに響いていた。ああ、やっと着いたか。ユーマは安堵しながらモネと向かう。だが、追放された自分は、この世界でどうやって生きていけばよいのだろうか。その答えはまだわからなかった。レーベンの町、木製の門に近づくと、見張りの兵士が2人立っていた。おい、お前、身分証を見せろ。身分証そんなの持ってないぞ。焦りが胸をよぎる。だが、正直に話すしかない。すみません。ははは、身分証はないんです。旅人で、兵士たちは怪訝そうな顔をしたが、続けて尋ねた。最近、勇者召喚があったって噂だが、まさか、お前がその勇者ってことはないよな。ユーマの心臓がドクンとなった。勇者も俺は違う。王の冷たい言葉。坂本のあざけりが脳裏をよぎる。唇を噛み、静かに答えた。いいえ、俺はただの旅人です。そう答えが、ユーマがよほどひ弱そうに見えたのだろう。兵士たちは特に疑うこともなく門を開けてくれた。よし、通っていいぞ。こうして、ユーマは異世界での最初の町、レーベーネと足を踏み入れたのだった。市場の活気、香辛料の匂い、冒険者らしく剣士の笑い声、異世界の息吹が全身を包む。ここから俺の旅が始まる。剣を握り、ユーマは胸を張った。この力で、絶対に証明してやる。大家坂本に、俺が不要じゃない。